今回は1996年にベネトンに移籍したジャン・アレジがなぜ速くなかったのかというのを分析したいと思います。前年の95年、ベネトンはドライバーズタイトルとコンストラクターズタイトル、ダブルタイトルを取ってるわけなので、チャンピオンチームに入ったわけですけども、アレジはあまり速くなかったし、勝つこともできませんでした。それがどうしてなのか、彼のドライビングを分析したいと思います。アレジのレースエンジニアはパット・シモンズさんでした。彼はこう言ってます。ジャンはコーナーの手前でガツンと一気にステアリングを大きく切り込む癖があった。これは現代の F1 マシンの空力特性とは最悪の相性だった。アレジは結構急激にハンドルを切るタイプなんですね。で、それがこの当時の F1 マシンの空力特性とは合わなかったと言ってますね。当時の F1 マシン、特にベネトンはステアリングを急激に切ると車体の姿勢が乱れ、フロントのダウンフォースが一瞬で抜けてしまう特性があり、マシンが不安定になるため、アレジはフロントのグリップが足りないとチームに訴え続けた。ベネトンのマシンはステアリングを急に切るとフロントのダウンフォースが抜けると。要するに激しくロールさせるとフロントのダウンフォースが弱くなっちゃうってことなんでしょうね。で、アレジはフロントのグリップが足りないと訴えていたと。で、ここでちょっと不思議なのが、前年ベネトンに乗ってたシューマッハはフロントを強く食いつかせてリアをオーバーステア気味に曲がるってことをしてましたけども、なんでこの時のアレジはフロントのグリップがないって言ってるんでしょうね。前年の B195 もこの96年の B196 も基本的な特性は同じはずなので、おかしいですよね。じゃあ改めてシューマッハは前年どうやってドライビングしてたのかってことなんですけども、シューマッハは非常に繊細なコントロールでマシンの姿勢を一定に保ちながらわざとリアをわずかに滑らせてオーバーステアで曲がっていた。左足ブレーキ、アクセルコントロール併用。シューマッハは彼がコントロールしてる範囲内でマシンを滑らせてたわけですね。で、それには左足ブレーキとアクセルコントロールを併用して微妙なコントロールをしてました。わざとオーバーステア気味に滑らせてるっていうことは、ロールはいくらか抑制されてるわけですよね。で、ブレーキとアクセルコントロールによってピッチングも抑制されてますから、ダウンフォースが抜けるっていう現象をシューマッハはテクニックで抑え込んでたんでしょうね。コーナーリング中も車の姿勢を保ってダウンフォースを最大に発揮できるように曲がっていたと。なのでベネトンのマシンでもあそこまでの速さが出せたということですね。しかしアレジはステアリング操作が急すぎるため、シューマッハ用に作られたピーキーなマシンの限界を簡単に超えてしまい、マシンの挙動を破綻させていた。アレジのステアリング操作が激しいので、車のダウンフォースの美味しいところを使えないで、それを飛び越えてすぐ限界に行っちゃってたってことですね。なのでアレジは速く走れなかったということですね。じゃあ前年までのフェラーリではどうやってアレジは車をセッティングしてたかっていうと、ジョン・バーナードさんはこう言ってますね。ジャンはフロントの応答性を過剰に鋭くしたがり、リアの安定性を犠牲にするセッティングを求めた。しかしその結果、マシンのリアが急激に滑り出すようになり、余計に扱いづらい車になって自滅してしまうことが多かった。フェラーリの時も同じなんですね。とにかくフロントのレスポンスがいいハンドリングが好きなんですね。リアの安定性は犠牲にしちゃうと。で、その結果、自滅してしまうことも多かったと。シューマッハの場合は、速く走るためにコントロールした上で、フロントを食いつかせてリアを滑らせてますけど、アレジの場合はフロントが食いつかないと嫌だということでフロントを強くして結果としてリアが弱くなってたと。なので全くやってることが違うわけですね。でもアレジはとにかくこういうセッティングが好みだったんですね。とはいえベネトンはチャンピオンチームですから対策を立てたわけですけど、パット・シモンズさんが言うにはこういうことだったようです。テレメトリーデータを見せて、君のステアリングの切り方が急だから挙動が乱れている。そこを修正するか、こういうセットアップにすべきだと提案しても、アレジは、いや、車が悪い、俺の感覚が正しいと突っぱねることが多々あったと振り返る。アレジはアドバイスされるのも好きじゃないし、テレメトリーデータも好きじゃないんですね。この時はもうすでに車のあらゆるデータが網羅されて、データロガーで見れる時代となっていたでしょうから、とにかくデータの分析が大事だったはずなんですけども、アレジはあくまで自分の感覚が優先だったんですね。それはなんとなく想像通りだったなという気がします。今回
回ここでは紹介しませんけども、こういうアレジのスタイルであれば車の開発が進まないっていうのはもう皆さん想像がつきますよね。彼はデータが嫌いだし、同じ走りを繰り返せって言われるのが非常に嫌だったようなので、アレジにテスト走行をさせようとしても車の開発は全く進まなかったそうです。アレジと組んだエンジニアたちの共通意見、一発の速さや雨のレースで見せる野生的なコントロール能力は天才的だった。しかし自分のドライビングに合わせてマシンを論理的にセットアップしていくという現代 F1 ドライバーに不可欠な開発能力が決定的に不足していた。パット・シモンズさんだけじゃなくて他にもアレジと組んだエンジニアたち、ほぼほぼ同意見でこういうふうに言ってるそうです。車のコントロール能力は素晴らしいと。だけど論理的にセットアップしていくであるとか、車を分析して開発していく、そういうことはできなかったということのようです。じゃあアレジはどういう車のハンドリングが好きなのかっていうと、彼はティレル019とフェラーリの F92A をすごい褒めてるんですね。なんでその2台を褒めてるかっていうところなんですけども、アレジが好んだモノショックサス、ジャンクロード・ミジョーが手掛けたティレル019やフェラーリ F92A はフロントサスペンションにモノショックを採用。この2台はアレジが乗った車ですけども、基本的なデザインはジャンクロード・ミジョーさんが作りました。で、フロントサスペンションにモノショックが使われていました。それがどういうことなのかというと、空力のエキスパートだったジャンクロード・ミジョーがモノショックにこだわった最大の理由は、ドライバーの好みではなく、フロントウィングやアンダーパネルに当たる空気の流れをマシンの姿勢変化、ロールによって乱したくなかったからという理由なんですね。いい写真がなくてごめんなさい、分かりづらいんですけども、これ F92A ですけども、モノショックです。だからダンパーが1本しかないんですけど、ミジョーさんは別にドライバーの好みに合わせてモノショックを使ったわけじゃなくて、とにかく車をロールさせたくないと。要するに車がロールすると、イン側のフロントウィングが持ち上がって、そっちのダウンフォースが弱くなったり、ロールの変化によってダウンフォースが増減しちゃいますよね。それをミジョーさんは嫌がったようなんですね。モノショックサスは左右の車輪が1本のショックアブソーバーを共有しているため、左右が同時に沈む動き、ピッチングには柔軟に動くが、左右が互い違いに動く、ロールすることに対しては物理的に猛烈に突っ張る特性を持つ。なのでミジョーさんは好んだと。この写真見てもなんとなくわかりますよね。結構なスピードで曲がってるように見えるんですけど、ロールは最小限に抑えられてる感じがしますよね。で、フロントウィングと車体全体もダウンフォースが安定すると。ミジョーの空力を安定させるためにフロントを絶対にロールさせたくないという設計思想と、アレジの急激にステアリングを切ってもフロントがブレずに曲がってほしいという欲求がモノショックという技術を通じて奇跡的に 100% シンクロしたのがティレル019やフェラーリ F92A だったというわけなんですね。だからアレジはモノショックが大好きなんですね。F92A なんて大失敗作だと思うんですけど、アレジはめっちゃ絶賛してんですよね。エンジンがダメだっただけでいい車だったって、インタビューで言ってました。彼がスターになったのはティレル019での大活躍ですけども、彼は019を褒めてますけども、チームメイトだった中島さんはキックバックがすごくて手が痛くなっちゃう車だったって言ってますよね。アレジみたいな腕力とか体力があって成り立つ車であって、トータルとしていい車だったわけじゃないですよね。中島選手が小柄だからって乗りにくくて大変だったっていうのはおかしな話ですから、本当にバランスが取れた車であれば誰が乗ったって乗りやすいはずなので、話がそれちゃいましたけど、というわけでチャンピオンチームに移籍した、なんで速く走れなかったかっていうのは、ベネトンのマシンが空力的に非常に過敏な車であった。だけど前年のシューマッハはそれをドライビングによって抑制して最大に速さを引き出していた。アレジはそのドライビングができなかったのと、テレメトリデータを見てドライビングを変えることもできなかった。で、マシンの開発をすることもできなかった。なので96年も97年も大した活躍はできなかったということになります。今回の動画はアレジファンにとっては非常に辛い内容かもしれないですけども、全てエンジニアの発言に基づいた情報なので間違いのないところです。タイプとしてはこのジャン・アレジとかジャック・ビルヌーブっていうのは同じタイプなんでしょうね。自分のフィーリングが最優先で突き進むタイプなので、いいマシンに巡り合ったり
いいエンジニアに巡り合えば大当たりするんだと思います。だけどダメな車をどうにか開発してくれというのはできないということだと思います。はい、今回の動画はここまでです。また何かマニアックなネタを探して皆さんと楽しみたいと思います。前回の動画再生回数は少なかったですけども、皆さん高評価たくさん押してくれて、コメントもたくさんくれて本当にありがとうございます。いつも見てくれてる方、本当にこのチャンネルを応援してくれてるんだなって非常に感じられました。本当にありがたいことです。またこれからも頑張りますので、はい、よろしくお願いします。